皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はもう現実化してるよ。シンクロを喜ぶほど加速していくということで、今日はね、めっちゃこれを話したくて、番組を作ることにしました。このチャンネルではですね、いつも守護霊とか、スピリチュアルの世界からのチャンネルメッセージをわかりやすく皆さんに解説している、そんな番組でございます。さあ、そしてですね、今日はですね、これね、自分で気づいて、うわ、これみんな聞いてって感じになったわけなんです。はい。それは何かっていうと、もう現実化しているということなんですね。僕たち引き寄せの法則って言ってですね、自分の、欲しい世界、欲しいものをですね、こう手に入れるっていうようなことをいろいろお話ししています。ね、でもなかなか現実化しないね、なかなか思うようにいかないよねって思ってる人たくさんいらっしゃると思うんですけど、それがですね、あれもう現実化してるじゃんって気づいたんですよ、僕がね。その時にあまりにも衝撃的な発見だったので、とか言って、これみんな気づいてるのかなと思ったわけでございます。はい。そういうことをですね、今日は皆さんにお話しして、皆さんも実は、もう引き寄せが現実化してるよっていう、ここに気づいてほしいということで、今日はそのことをお話ししていきたいと思います。詳しくお話しするとですね、どんなことか。これはですね、自分のことのように当てはめて考えてください。自分には、現実化もう起こってるじゃんっていうのが気づいてくると、どんどん面白くなってくるし、ワクワクもしてくる。そうするとですね、その現実化していくスピードがですね、加速していったりするわけなんですね。はい。これを僕の体験を通してお話をするので、皆さんにもぜひ当てはめて考えていただきたいと思います。どういうふうに起こったかっていうとですね、僕1年くらい前に、スピリチュアル、こういうふうにね、YouTube とか今頑張ってやってますけども、ここだけではなくてですね、このバイリンガルで僕英語と日本語の司会の仕事をやってるんですね。で、結婚式の司会とかイベントの司会とかよくやってるんですけども、これをですね、もっともっと大きく、もっと大きな舞台でやりたいと思っていたわけなんですよ。で、僕のこの想像ではですね、自分のこの得意とする話したりですね、英語を話せるということを活かしてですね、もう海外の人に向けてどんどんこう大きな仕事をやっていくっていうのを考えてたわけなんですね。で、そういう風になるって言って、皆さんが思うような引き寄せの法則とかイメージするとかを毎日のようにやってたわけです。で、僕の中ではですね、この海外に向けて仕事するっていうのは、なんかこう、スピリチュアルのことを話すとかね、そういうようなことでやっていくのかなと思ってずっと思ってたわけです。自分の中でやっぱり皆さん想像するときって、こんな感じになるのかなと思うじゃないですか。これがちょっと大きな間違いだっていうことなんです。よく引き寄せの法則で、もう一回お願いしたら手放しなさいって言って、でもその中でも自分でこういう感じになるのかなって言って皆さん思ってますよね。これってね、よく制限しちゃう。自分の想像をはるかに超えた宇宙がですね、あなたの世界を作ってくれるんですよって言って僕も言ってるんだけど、なかなか自分ではやっぱり生身の人間だからね、そういうふうに思えなかったりするわけなんですね。だからそんな感じでスピリチュアルな感じでですね、こう海外のこう番組に出てくださいとかなんか言われたりするのかなって思ってたわけですよ。で、そのイメージを持ったままですね、ずーっと半年も経たないかな、3、4ヶ月した時にですね、僕はこの司会の仕事のエージェント、登録してるエージェントがあるんですけど、そこから、こういう仕事あるんですけど、できますかっていうお話が来たんですね。それが、万博での司会の仕事だったんです。この万博、今東京に住んでるので、万博の仕事イコール、大阪だよねって、でも大阪でできますか？実家大阪ですよね。大阪に住んで、実家に帰ってっていうのでできますかって言われたんですよ。で、その時に、どうしようかなって思ったんですけども、でもとりあえず、申し込んでおけばいいかな。嫌なら、ちょっとね、詳しく値段とかも決まってなかったし、どんな仕事っていうのもはっきりしなかったので、嫌なら断ってくれていいですよ、みたいな感じだったので、ちょっと、
申し込んどこう、大丈夫ですよ、みたいな軽い気持ちでやったんですね。で、そういう風に話をして、でもまあ、面白そうだなと思ってたら、どんどん、鹿島さんで決まりそうです。あきらさんで決まりそうです、みたいな感じになって、マジですかみたいな、大阪に行くんですか私みたいな感じになってきたわけですよ。でもその辺になってくると現実化してきますよね。で、10月に、去年の2024年の10月にですね、この契約を交わすことになりそうですっていう風になってたんですけども、ちょっとこの海外とのやり取りがあって、その契約書は英語で、それでまたそれを日本語に訳してとか、ちょっとそれに時間がかかってるって言って、どんどん伸びてたんですね。でも10月にって言ってた11月の初めぐらいにですね、いやーでもなかなかちょっとまだ進んでなくてすいません遅くなってますっていう風になってたんです。あれこれ本当に決まるのかなって不安にはなりますよね。で、そういう風に思ってた時に、覚えてますか ?2024 年の11月20日、この日からですね、本格的に風の時代が始まるという風に、僕も動画を作りましたし、そうなったんですね。だから今までは予行練習だったけども、本格的にもうこれからどんどん動いていきますよっていう風な感じになったのは動画を作ったわけです。その時に、そうだ。これもし本当にね、自分の仕事がね、この万博の仕事が来るんだったら、この11月20日に何かしらの動きがあるだろうなと思ったんです。ね、もうこれは直感なんですけども、でも神様、そういう風にしてくださいって僕も話しました。11月20日、本当にこの仕事が来るんだったら、もうそれでね、11月20日に何かしらの進展というかを見せてくださいっていう風にやったんですね。そしたら11月20日の朝一番にエージェントからメッセージが来まして、メールが。今日、最終の、その契約書の、が届きましたと。もうこれにサインするだけで大丈夫になりますって言ってきて、来たって感じですか。これ来るなと思ったんですよ。もうその頃からちょっとワクワクし始めて、大阪ちょっと楽しみだなって言って。ね、移動するのは大変ですけど、もうその頃になってやる気に。でもこういう風に加速していくとですね、どんどんいいことが起こり始める。それは例えば、その6ヶ月間の万博の仕事なので、何人かのね、司会の人が担当してやるわけなんですけども、その中でもですね、アキラさんをメインで行こうと思ってますので、よろしくお願いしますみたいな感じで、マジですかみたいな。いや、いいですよ。ちょっと、そしてまたワクワクしてくるでしょ。でも、この本決まりになってね、なんかまだ契約を交わしてなかったので、なんか本当に来るのかなって、ね、この契約社会なので海外っていうのは、だから契約するまではと思ってたらですね、今度は、僕の万博の仕事をですね、頼んでる向こうの海外の方が、東京に来ていろいろちょっと、打ち合わせとかを行かないといけないんですが、通訳の人が1日だけついていけない日があるので、この日、アキラさんちょっと悪いんだけど、顔合わせも合わせてついていってもらえませんかって、全然いいですよ、つって、通訳に行ってですね、その方と初めて会ったわけです。そうすると、その人がですね、もう話をどんどん進めていって、もう説明とかもしてくれるんです。こんな仕事してもらうから。いや、でもまだ契約済んでないから。あれそうなのいや、でももうやってもらうから、みたいな感じなんですね。マジっすかみたいな。この加速すごいなと思って見てたわけですよね。はい。それで、無事に、その万博の、イベントですね。野外ライブなんですけど、ぜひ皆さんに来ていただきたいんですが、その、イベントを毎日朝から晩までやってるんですね。そのイベントの司会を僕がしていくことになりました。で、これをですね、なんか万博の仕事来たなーって喜んでたんですけども、その時のふっと気づいたんです。世界に向けて司会の仕事やりたいと思った、願いが現実化してるじゃんっつってその時に初めて気づいたんです。それまで全く気づいてなくて。でもこういうことなんです。皆さん。自分が思ってたスピリチュアルな世界で、なんか進んでいくのかなと思ったんですけど、そうではなくって、全然違う万博の世界でね、そして万博の仕事も、メインは英語なんですけど、日本語でも訳してください。結局もう、海外の人、日本の人も全部含めてですね、全部に向けて、そうやって司会の仕事をするっていうことが、もう
現実化してるじゃんということに気づいたわけなんですね。こういうふうに大阪に行くことになるってことはですね、僕はちょっと実家に帰ることになるので、年を取ってる親とかですね、ちょっとホームに入ってる母親とかとも、しょっちゅう会うことができますし、もうこれ一石三鳥四鳥ぐらい、そして大阪の友達にも会ったりできますしね、ということが、現実化していったわけです。ですから皆さんもこういうことあると思うんですよね。僕たちのこのよく現実、引き寄せの法則とかっていう時に、あまりこの自分の思う結果を期待しすぎないというか、自分で決めつけないっていうことはこういうことなんですね。知らない間にもう皆さん現実化してるわけなんです。だから小さいものから大きいものまでですね、もうその想像を超えたところで現実化って起こってるんですよ。この現実化に気づいていく。あれ現実化してるじゃん。あれこれも叶ってるじゃん。っていうことに気づけばですね、ちょっと嬉しいでしょ。嬉しい。もっとなるといいのになってなるとですね、このワクワク感が増えてきて、この現実化が加速していくんですね。そしてどんどん大きくなっていくわけなんです。そうすると宇宙ってすごいなとか思えたりですね、自分のこの想像する、イメージするもののエネルギーの強さみたいなのがどんどん分かってくる。もっとこうすれば良くなるのかなと思ったりすることがどんどん加速化していって現実を変えていくっていうことなんですね。はい。ですから、この自分の中にあるシンクロニシティですね。これをよく見ておいてください。そして自分のこの行くべき道、こう行きたいと思ってるのがあって、その自分の想像するとこだけではなくてですね、一旦ちょっと立ち止まって、あれ今どんな感じかな、あれ今叶ってるかなっていうのをよーく確認しながら言ってください。そうすると、小さなシンクロとかですね、小さな現実が結構起こってたりするわけです。これを見てたらですね、こっちの方でいいんだってワクワクしてたら、大きい現実化、結果が出てくるということなんですね。はい。ぜひ皆さんの中でですね、現実化している、自分で気づいていない、その現実化をぜひ気づいてワクワクしていただきたいと思います。このチャンネルではこのようにスピリチュアルの世界または、守護霊さんからのメッセージを詳しくわかりやすく、お伝えする番組です。興味ある方はですね、高評価ボタン、そして、チャンネル登録もお願いいたします。それでは今日も皆さんの引き寄せがさらに進んでですね、僕のこのワクワクエネルギーも、含めて皆さんに愛をお届けしたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。